はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、2019年東京大学の整数問題を扱っていきます。この問題本当にいい問題で、整数問題に必要な考え方がギュッと詰まってるんです。この問題をね、しっかりと解けるようにすることで、いろんな整数問題に応用が効きますし、何よりこの問題には整数問題の面白さがね、本当に詰まってるんです。なのでね、ぜひこの問題を通して整数問題の考え方、解法パターン、そして面白さをね、ぜひ感じ取ってもらえたら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。n を1以上の整数とする。1番が n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9の最大公約数 dn を求めよう。で、2番が n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9の積が整数の2乗にならないことを示せと。この問題をね、解くにあたって、まずはね、整数問題なんで、整数問題の3パターン、解法の3パターンについて確認していきましょう。整数問題の解法3パターンは、不等式で範囲の絞り込み、倍数余りの利用、因数分解で積の形。このね、3つが利用っていうことはいろんな動画でも解説してるんですけど、もうこのね、3つをしっかりと押さえるだけで、もうほとんどね、すべての整数問題が解けるようになります。この問題も例外ではありません。とりあえずね、それは後々見ていくとして、じゃあまずは1番から。n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9の最大公約数 dn を求めよう。この問題はね、最大公約数って言われたらもうあれしかないですよね。もちろん、ユークリッドの誤助法ですよね。このね、n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9の GCD、最大公約数はどうなるかというと、ユークリッドの誤助法っていうのは、片方から、この 5n2 乗プラス9から n2 乗プラス1をどんどん引けるよっていうことですよね。何回でも何回でも引けるから結果的に余りだけが残ってくるんですけど、今回の場合も n2 乗プラス1をね、5n2 乗プラス9から5回引けますよね。5回引くと、5n2 乗っていうのが消えるからね。そうすると5回引いてあげると、この n2 乗プラス1っていうのは残って、5n2 乗プラス9から n2 乗プラス1を5倍したものを引くと4が残りますね。9-5の4が残ると。このことから、結局求めたい dn っていうのは、n2 乗プラス1と4の最大公約数。すなわち、この2つの最大公約数ってことは当然ね、4の約数でもあるわけだから、1か2か4、この3択に絞れるということがわかるわけです。じゃあ、あとはこのね、どれなのって言ったら、n2 乗プラス1が2で何回割れるかっていうことによって決まってきますよね。ということで、ぜひ考えてほしいのが、この倍数余りの利用。ここまでね、整数問題の3パターン意識しなくてもできると思うんですけど、n が偶数かな、奇数かなっていうことによって倍分けしていくと。実際ちょっと考えると、n がね、これ偶数だった場合っていうのは、n2 乗足す1っていうのは偶数足す1で奇数になりますよね。ということは、奇数と4の最大公約数で、もちろん1だよね。奇数は2で割れないから。一方、n が奇数の場合は、奇数足す1で偶数になって、2か4、どっちだろうっていう風になるわけ。ここまで書いてあげると、n が偶数の時は n2 乗プラス1は奇数になりますよと。このことから、当然最大公約数は1ということが分かって、じゃあ n が奇数の時。この時は n2 乗プラス1は偶数になるわけだけど、2で割り切れるのか4で割り切れるのかどうなんだろうっていうところで止まってしまうわけです。じゃあこういった時ね、ぜひ使ってほしいのが、n が奇数。この条件をどう使おうっていうことですね。n が奇数ということは n イコール 2m-1 と、m は自然数ね。と置ける。これを使ってあげればもう一発 n2 乗プラス1っていうのは 2m-1 の2乗プラス1と。これ展開してあげると 4m2 乗 -4m プラス2っていう形になって、このね 4m2 乗 -4m は4の倍数ですよね。ということは、このね n2 乗プラス1っていうのは4で割ると2余るよと。このことから、n2 乗プラス1は偶数だけど4で割り切れない。ということは n2 乗プラス1と4の最大公約数はって言ったら2で割り切れるけど4で割り切れないんだから2と。
このように求めることができるわけです。ね、n が偶数の時は1っていうのがすぐ分かって、n が奇数の時は 2m-1 というふうに置いてあげることで dn イコール2ということが分かるというわけですね。それではね、続いて括弧2番に移るんですけど、その前にぜひ知ってほしいことがあります。っていうのも、整数の2乗とかね、平方数、あとは n2 乗とかが出てくるので、平方数っていうものの整数について考えていきたいんですけど、今回この丸2番が大活躍します。倍数余りの利用。っていうのも、このね、丸2番っていうのは、平方数とかなり相性がいいんですね。平方数と相性二重丸と。どういうことか。まず、今ね、3で割った余りについて考えてみます。3で割った余りをね、モッド3って書くんですけど、x を3で割った時の余りが0、1、2の時、x2 乗を3で割った時の余りがどうなるかというと、それをね、それぞれ2乗して3で割ってあげると、0、1、1という風になって、モッド3は0か1、すなわち、x2 乗を3で割った時の余りは2にはなり得ないと。こういうね、縛りが出てくるんですね。同じく、モッド4について考えると、x を4で割った余りは0か1か2か3に分類できるわけだけど、それぞれね、x2 乗4で割った時の余りはって言ったら2乗して4で割ってあげると、余りは0、1、0、1という風になる。こんな感じで4で割った時の余りも0か1の2パターンしかなくて、4で割った時の余りがね、2か3には絶対ならないんですね。これが非常に強力。ちなみにね、この性質を使うと先ほどの dn イコール2っていうのはすぐ出すことができて、これって、x が偶数だったら x2 乗は4の倍数で、x が奇数だったら、x2 乗を4で割った時の余りっていうのは1になるわけですね。ということは、n2 乗足す1っていうのは n が奇数の時、4で割った時の余りは1足す1で2になるわけだから、4で割り切れないっていうのは、すぐ分かるというわけです。こんな感じで、モッド3、モッド4で考えると、非常に絞れる上、もっとね、言うと、平方数を8で割った時の余りっていうのは、0か1か4と、この3パターンに絞れる。モッド4の時よりも、さらにね、限定できるね。他にも5で割った時の余りは、0か1か4。この3パターンに絞られる。このね、モッド3、モッド4、モッド8、モッド5、あるいはね、モッド10あたりね、かなり絞られるんだよっていうことは、ぜひね、知識として押さえておいてください。これをね、知っておくだけで、もう括弧2番の見通しが全然変わってきます。括弧2番の問題見ると、n2 乗プラス1、5n2 乗プラス9は整数の2乗にならないことを示せと。明らかね、括弧1番の誘導を使えますよね。n が偶数の時と n が奇数の時に倍分けしていく。で、あともう一つね、2乗にならないことを示せっていうふうに言われてるんだけど、平方数じゃないよって言ったら何も式置けませんよね。平方数だよって言われたら、イコール k の2乗みたいな形で式で置けるわけ。ということは、ならないっていうことを軸に考えていくと、何もね、式立てられないと。じゃあ何すんのって言ったら配理法ですよね。平方数になると、まず仮定してみて、矛盾が起きるよねっていうことを示していくのが、今回のね、考え方と。では、順番にね、n が偶数の時と奇数の時で倍分けしていきましょう。まずは n が偶数の時。n が偶数の時は dn イコール1。n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9が互いに素だっていうことがわかるので、今与えられている条件っていうのは、n2 乗プラス1、5n2 乗プラス9が平方数で、かつ、この2つが互いに素と。互いにその2つの数があって、それらが掛け合わされると平方数になる。ここからね、ぜひ導いてほしい結論が、n2 乗プラス1も 5n2 乗プラス9も共に平方数であると。この結論が導けるんですね。ここをね、しっかりと見抜いてあげるっていうのがこの問題の最大のポイント。どういうことかというと、今ね、n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9かけて平方数なわけ。で、この平方数って何っていう話なんだけど、これって素因数分解したときに、すべてのね、素因数についての指数部分が偶数になると。そういう数が平方数なわけですよね。だから例えば、
具体例で言うと、2の4乗 ×3 の6乗 ×5 の2乗みたいな感じでね。こういった数がありますよと。全部4、6、2と。指数部分が偶数になってますよと。で、今、かけて、それぞれ P、Q とすると、かけて、この数になっていて、P と Q が互いに素なわけですよ。じゃあ P と Q にね、それぞれの素因数を割り振っていきたいんだけど、じゃあこの2に着目しましょう。2の4乗をどういうふうに割り振ればいいかなって考えたときに、例えば2の3乗2みたいな感じで2の4乗を分解してそれぞれにね、割り振っちゃうと、その時点で最大公約数1、互いに素じゃなくなりますよね。だってね、どっちも2をね、素因数に持っちゃったら最大公約数2になるからね。2以上になるからね。ということで、この2の4乗については、P に全部ね、割り振るか、Q に全部割り振るかのどっちかで、ね、確定しちゃうわけね。2の4乗はこっちか、こっちか、どっちか。同じく3の6乗も3の2乗と3の4乗みたいな感じでバラバラでね、割り振ると、その時点で互いに素じゃなくなるから、3の6乗も片方にね、全部持っていくと。5の2乗も全部持っていく。っていう風になるので、結局 P も Q もこのね、指数部分、素因数分解した時の全ての指数部分は偶数になりますよね。これをよりね、一般化して書いてあげると、n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9を素因数分解しましたよと。で、これらが互いに素なわけだから、この、n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9の素因数にダブりはないよと。ね、被ってるところはないよっていうことがわかるわけですよね。じゃあこの被りがない中で、それらをね、掛け合わせてあげるとどうなるかというと、ここの素因数の部分がそのまま下に降りてきますよということが分かって、今、これをね、掛け合わせたものが平方数ということは、この指数部分が全て偶数。じゃあ、これを元に戻してあげると、当然、ね、この指数部分全部偶数なわけだから、n2 乗プラス1も 5n2 乗プラス9も共に平方数だっていうことが簡単に言えるわけですよね。よろしいでしょうか。こういったね、ことを考えてあげて、この2つから言えることは n2 乗プラス1も 5n2 乗プラス9もどっちも平方数なんだっていうことが言えるわけです。このね、ことをしっかりと見抜いてあげるのがこの問題の最大のポイントでした。あとは、やってあげることは整数問題の3パターンを照らして、あとは、このね、平方数の性質っていうことをしっかりと押さえながら考えていきましょう。まずは n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9が平方数っていうところで、これおかしいなって思うことをね、ぜひ見つけてほしいわけですね。だって矛盾を見つけたいから。そうすると、今回は n2 乗プラス1の方に着目する。これって平方数ね、平方数に1を足してるわけですよ。1を足して平方数って明らか、そんなことあるっていうふうに思いますよね。だって平方数と平方数の間って結構距離あるはずだよね。だって5の2乗と6の2乗って25と36で11離れてるでしょ。そんな感じで、結構距離あるはずなんだけどなっていうふうに考えたときに、こういったね、証明方法をしっかりと押さえてください。不等式で範囲を絞り込んでいく方法。すなわち、この n2 乗プラス1っていうのは、当然 n2 乗より大きいですよね。で、n2 乗の次の平方数って何って考えたら n プラス1の2乗と。これは n2 乗プラス 2n プラス1なわけなんだけど、明らか n2 乗プラス1より n2 乗プラス 2n プラス1の方が大きいですよね。だって n は自然数だから。ということで、この不等式が成り立つので、n2 乗プラス1っていうのは、隣り合う2つの平方数に挟まれてると。隣り合う2つの平方数に挟まれてるってことは、当然 n2 乗プラス1は平方数になり得ないので、この仮定は矛盾しますよと。こんな感じで、不等式でね、平方数について扱っていくっていう考え方があるということを押さえておいてください。では、これが n が偶数の時なので、続いて n が奇数の時。今度は n が奇数の時は、先ほどね、この n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9の最大公約数 dn は2ということをね、求めたわけですよね。これを使ってあげると、n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9っていうのは、それぞれ 2×2 分の n2 乗プラス1、2×2 分の 5n2 乗プラス9というふうに
分解することができて、この2分の n2 乗プラス1と2分の 5n2 乗プラス9、これらが互いに相だと。こういうふうに言えるわけですよね。最大公約数が2っていうことを使いたいんだから、2× っていう形にするっていうのは自然な発想ですよね。もちろんね、2×k、2×l っていうふうに置いてあげても大丈夫です。ただ今回こっちの方が実は扱いやすくて、なぜかというと、この後ね、n2 乗プラス1と 5n2 乗プラス9かけるわけじゃないですか。そうすると、この2つをかけてあげると、このね、2分の n2 乗プラス1と2分の 5n2 乗プラス9を出してあげると、2の2乗が出てきますね。で、今、この n2 乗プラス1、5n2 乗プラス9が平方数。で、2の2乗も平方数。ということは、この2分の n2 乗プラス1と2分の 5n2 乗プラス9。これをかけてあげた2つのね、積も平方数ですよ。っていうことがわかる。そうすると、先ほどと全く同じ話が使えますよね。これらが互いに素で、しかもかけてあげると平方数なんだから、2分の n2 乗プラス1も2分の 5n2 乗プラス9もどっちも平方数だということが言えるわけです。じゃあ、こっから先どういうふうに考えるのっていう話なんですけど、これが平方数イコール k の2乗とか置いてもちょっと難しいなっていうふうになってしまうんですけど、この時に今まで使ってない条件ってないかなっていうふうに考えてあげましょう。そうすると、今回は n が奇数の時っていう条件をぜひ使いたいですよね。なので、先ほどと一緒。n イコール、2m-1 みたいな感じで置いてあげましょう。そうすると、2分の n2 乗プラス1っていうのは2分の 2m-1 の2乗足す1っていう形になって、展開すると2で割れるんですね。2m2 乗マイナス 2m 足す1と。同じようにね、2分の 5n2 乗プラス9の方もきれいにしてあげると、10m2 乗マイナス 10m プラス7という形になるんですね。これはね、代入して整理するだけなので、割愛します。じゃあ、今、この 2m2 乗マイナス 2m プラス1か 10m2 乗マイナス 10m プラス7、どっちかが平方数に、ね、ならないで欲しいわけなんですけど、さっきね、n2 乗プラス1に着目したわけだから、今回、こっちね、10m2 乗マイナス 10m プラス7、ね、5n2 乗プラス9の方で考えるのかなとかね、目星立ててあげると、あと、この整数問題の3パターンに立ち返ってあげると、すぐ見えてきますよね。今回、モッド4でもモッド5でもどっちもできるんですけど、例えばモッド5で見てあげましょう。モッド5で考えると、x2 乗っていうのは、あまりは0か1か4の3パターンしかないわけ。でも見てください。10m2 乗マイナス 10m。これね、5の倍数ですね。ここの部分は5の倍数ですよと。ってことは、こいつを5で割った時の余りっていうのは7を5で割った時の余りの2になるわけ。2になる。でも、x2 乗、平方数はね、5で割った時の余り2になることはないわけだから矛盾しますよね。モッド5、5で割った時の余りで矛盾しますと。ちなみに4で割った時の余りでも大丈夫です。これね、因数分解、ここの部分因数分解すると 10m(m-1) っていう形になるんですけど、m×m-1 っていうのは連続する2つのね、整数の積なので偶数と。ということは 10× 偶数で、20の倍数。だから4の倍数でもあるわけですね。とすると、このね、2分の 5n2 乗プラス9を4で割った時の余りは、結局、ここ4の倍数だから、7を4で割った時の余りの3になって、またね、4で割った時の余りっていうのは0か1しかありえないわけだから矛盾しますよと。だからこれね、モッド5でも考えても、モッド4で考えても、どっちの場合でも矛盾するわけですね。こんな感じで n が奇数の時も矛盾を導くことができたので、最終的にね、n2 乗プラス1、5n2 乗プラス9は整数の2乗になると仮定が覆されて、ならないということが示されるわけです。よろしいですかね。こんな感じで整数問題の3パターンをね、考えていくことで求めることができるんですけど、1個だけね、別解を紹介しておきます。サクッと。今、2分の n2 乗プラス1も2分の 5n2 乗プラス9も平方数であるっていうことから、これをそれぞれイコール、s イコール t みたいに置いてあげると、これが n2 乗プラス1、これ別解。n2 乗プラス1が 2s、5n2 乗プラス9も 2t と。いうふうに表せて、s も t もどっちも平方数ですよ。で、ここから n2 乗を消去しましょう。そうすると、
こっち上の式を5倍して差を取ると4イコールマイナス 10s プラス 2t という形になって、これね、変形してあげると t イコール 5s プラス2と。このようなね、関係式が出てきますよと。この時点でね、モッド5取ったら一瞬ですね。t はこれ5の倍数足す2だから5で割った時の余りは2になるわけなんだけど、このね、モッド5っていうのは0か1か4なわけなので、矛盾しますよっていうことがすぐに言えるわけです。いずれの場合においても結局ね、大事なのはこの整数問題の3パターンで、特に平方数とこのモッド、ね、余りの世界っていうのはかなり相性が良くて、モッド3、モッド4、モッド8、あるいはモッド5あたりを使っておくと、とりあえずね、問題ないよっていうことをね、この問題を通して学べるんじゃないかなと思います。で、とにかくこの問題のポイントはね、このかけて平方数で互いに育ったら、それぞれ平方数になるよっていうことに気づけるかどうか。ここがね、すごくパズルみたいでね、この理屈も含めてすごく面白いので、この問題を通してね、整数問題ってすごく面白いなというふうにね、感じてもらえたら嬉しいです。今後もね、こういった面白い問題たくさん使っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。